この動画を見れば AI が衛星でも見えない自然をどう可視化して環境復元に使うのか丸ごとわかりますわ。衛星でも見えないものを AI が見つけるのだ。どういうことなのだ。面白いでしょう。おととい2026年6月16日 Google が研究成果を公開しましたの。何を見つけるのだ。生垣や石垣、小さな木立ですわ。農地の間に織り込まれた細かな自然を地図にするんですの。生垣なんて地味なのだ。なんでわざわざ AI で探すのだ。そこが革新ですわ。農地を奪わずに炭素を蓄え生き物を増やせる隠れた切り札なんですの。森を増やすと畑が減るジレンマを生垣で回避するってことなのだ。まさにそこですの。食料生産を犠牲にせず気候と生物多様性を守る絶妙な発想ですわ。そんなわけで本日はなぜ生垣か3つの技術課題、形で役割を判定する仕組み、地球規模の処理まで完全解説しますわ。 AI で地球を救う話、ロマンあるのだ。お願いするのだ。まず前提から森はただの木の集まりじゃなく炭素を蓄え水を起こし生き物を支える重要なシステムですの。だから森を増やすのが大事なのだな。何が問題なのだ。土地の取り合いですわ。人口が増えて食料需要も増える中、大規模な森は農地と競合しますの。森を増やすと畑が減って食料が足りなくなるのだな。そうですの。しかもリーケージという厄介な問題もありますわ。リーケージって何なのだ。ある場所を守ると環境破壊が別の場所に押し出される漏れのことですわ。風船を押すと別が膨らむ感じですの。一箇所だけ守っても全体では意味ないこともあるのだな。その解決策が生垣や防風林のような細い木の列ですわ。作物をどかさずに炭素と生物多様性を増やせますの。畑はそのまま隙間に自然を足すってことなのだな。賢いのだ。ただ問題はこれらが小さすぎて従来の衛星では見えないことですの。では地図にする上での技術課題ですわ。大きく3つの壁がありましたの。一つ目の重なり合う地形って何なのだ。例えば生垣が石垣のすぐ脇を走ったりしますの。要素が孤立せず重なるので普通のモデルだと表せませんわ。一枚の絵に2つ重なってると見分けにくいってことなのだな。しかも巨大な地図はタイルに分割して処理するので要素が境界でぶつ切りにされる問題もありますの。2つ目の意味の判別。ただの木のピクセルだけだと森の中心なのか通り道なのか孤立した木立なのか区別できませんの。緑があるのは分かってもそれが何の役割かまでは分からないのだな。その通りですわ。3つ目が計算規模。イングランド全体は13万平方キロ超で数百万の要素を処理しますの。13万平方キロ。日本の3分の1くらいなのだ。それは重いのだ。普通のやり方では計算が破綻しますの。この3つの壁をどう越えたか見ていきますわ。ここが本日の山場 AI の作り方ですわ。次が一番面白いのでその前にここまで役立ったらいいねが励みになりますの。では本題へ。了解なのだ。まず何が大変だったのだ。教師データが少ないことですわ。手で印をつけた正解データがたった247平方キロしかなかったんですの。13万平方キロを相手にするのに247だけ。全然足りないのだ。そこで基盤モデルを使いますの。3億枚超の世界中の衛星画像で事前学習したビティという土台を使いましたわ。ビティって何なのだ。ビジョン、トランスフォーマー、画像を見る AI の一種ですわ。要するに目の良い汎用 AI ですの。世界中の画像で鍛えた目をイギリス用に作り直すのだな。まさにそれですわ。ホロ調整、ファインチューニングですの。語学の達人が方言を覚える感じですわ。ゼロから教えるよりできる子に少し教える方が早いのだな。その通りですの。少ない正解データでも高い精度でイギリスの景観を覚えさせられましたわ。次に重なり合う地形の壁ですわ。2層ラベリングという仕組みで解決しましたの。2層って2つの層に分けるってことなのだ。
地表レベルと地上レベルを別々に見ますの、石垣の上に生垣の枝がかぶさってても分離できますわ。どうやって上と下を見分けるのだ？LiDAR という技術ですわ。レーザーを当てて跳ね返りで高さを測り、立体的に把握しますの。高さが分かれば平面の写真でも立体として読めるのだな。まさに1メートル解像度のLiDAR とサブメートルの画像を組み合わせて同じ場所の2つを見ますの。さっきのタイルでぶつ切りになる問題はどうしたのだ？セルをまたいで形を結合するアルゴリズムを作りましたの。切れた生垣を縫い合わせて完全な形にしますわ。境界で分断された自然をもう一度つなげるってことなのだな。そうですの。これで地形の重なりもタイルの切れ目も両方クリアできましたわ。次が意味の壁、形から生態的な役割を判定する仕組みですわ。これが数学的で面白いんですの。形を見るだけで役割がわかるのだ。ポルスビー、コッパーという形のコンパクトさを測る数式を使いますの。コンパクトさって丸いか細長いかってことなのだ。まさにそれですわ。スコアが高いほど丸く、低いほど細長い、0.5 未満なら細長い線上と判定しますの。細長い形は生垣、丸い形は森や木立ってことなのだな。その通りですの。森は直径30メートル以上の連続した緑、小さいものは木立と形で機械的に仕分けますわ。なんで細長いのを見つけるのが大事なのだ？細い回廊が野生動物の移動路としてすごく重要だからですわ。分断された生息地をつなぐ命の道ですの。ただの緑じゃなく生き物の通り道を狙って見つけてるのだな。形という幾何学だけで生態的な意味を引き出す地味だけど賢い工夫ですの。ちょっと待つのだ。農地の間の自然って日本の里山に似てる気がするのだ。鋭いですわ。まさにそうですの。里山って人が適度に手を入れて保たれる自然なんですわ。手つかずの自然の方が生き物多いんじゃないのだ。それが面白いところですの。里山は二次的自然と呼ばれて、適度な人の手で多様な生き物が共存しますのよ。人が関わることでかえって豊かになるってことなのだ。田畑、雑木林、ため池が混ざって多様な環境ができますの。明るい林を好む生き物も住めますわ。じゃあ手入れをやめるとどうなるのだ？実は放置すると特定の植物ばかりになって逆に生物多様性が下がることもあるんですって。ほっとけばいいわけじゃないのだな。意外なのだ。話を戻しますわね。イギリスの生垣も人の営みと自然が混ざる働く土地の自然、里山と同じ思想ですの。最後が計算規模の壁ですわ。 Google Earth エンジンという基盤で解決しましたの。アースエンジンって何なのだ？地球規模の地理データをクラウドで一気に処理する基盤ですわ。衛星データ解析のスパコンみたいなものですの。それでどう速くするのだ？地図を数千のセルに分けて並列で同時に処理しますの。数100万の要素を一斉に変換できますわ。一個ずつだと終わらないからみんなで手分けするのだな。まさにこれで従来の計算の限界を回避して全国規模の解析が現実になりましたの。それで最終的に何ができたのだ？ピクセルの地図をベクター化した実用データに変えましたの。生垣や石垣の在庫台帳になりましたわ。ベクター化って何が嬉しいのだ？一本ごとに長さや面積を測れますの。だから炭素量を数えたり復元計画を立てたりできるんですわ。では私たちエンジニアにとってこの研究が何を示すか考えますの。衛星解析やってない人には関係ない話なのだ。いいえ、手法が普遍的ですわ。少ない教師データを巨大な基盤モデルのホロ調整で補う方は応用が利きますの。247平方キロでもいけたのは勇気が出るのだ。それと AI の生出力をそのまま使わず数式で後処理して意味を与えた点も学びですわ。 AI だけに頼らず古典的な数学と組み合わせるのだな。そこが私個人として一番好きな点ですの。最新 AI と枯れた幾何学の合わせ技が堅実な結果を生みますわ。ただしこういう環境系の AI に懸念はないのだ。
ありますは、検出制度を過信すると誤った土地評価につながる恐れも。あくまで人の判断の補助ですの。便利でも鵜呑みにしないってことなのだな。そしてこのデータを誰でも使えるよう公開した点も大きいですわ。農家や研究者を後押ししますの。振り返りますわ。 Google の Earth AI が衛星で見えない生垣や石垣を AI で可視化しましたの。3億枚で事前学習した基盤モデルをホロ調整して少ない正解データを補ったのだったな。2層ラベリングで10なりを分け、形のスコアで役割を判定し、アースエンジンの並列処理で全国規模にしましたわ。日本の里山と同じで人と自然が混ざる土地の価値っていうのも覚えたのだ。本日の元ネタは Google リサーチの公式ブログですわ。リンクは概要欄にありますの。明日からのおすすめは、自分のタスクで小データを基盤モデルのホロ調整で補えないかを一度考えてみることですわ。データが少ないからって諦めなくていいのだな。皆さんは AI で地球を測るとき大事なのは見えないものを見る精度だと思いますか？それとも役割を読み解く解釈だと思いますか？コメントで教えてくださいまし。僕は解釈派なのだ。見つけても役割がわからなきゃ計画に使えないのだ。鋭い見方ですわ。さて、動画の合間の最新情報は概要欄の一番下の X からお届けしてますの。本日もご視聴ありがとうございましたわ。面白かったらチャンネル登録お願いするのだ。また次回お会いしましょうわ。バイバイなのだ。